皆さんこんにちは。今日は印象派の殿堂オルセイ美術館です。オルセイ美術館はミュージアムパスを持っているとこういう風にすっごい短い列に並ばせてくれます。パスはオンラインで事前に購入できます。日数はパリで実際に使い始めた日から数えていきます。こういう風に地下に降りると昔は鉄道の駅だったということがよくわかります。マネとドガの特別展をちょっと覗いてみましょう。ドガが描いたマネ夫妻の絵はマネが気に食わず破ってしまいました。彼の性格を物語る作品です。マネの有名な絵オランピアをゴーギャンが真似して描いたのがこちらの絵になります。決して黒の絵の具を使わなかったモネとは正反対で、マネは黒色をよく使っています。マネが描いたモネの家族です。庭いじりの好きなモネはここでも庭いじりをしています。もしマネとモネが生きていたら、アネモネを持ったマネの横に立つモネの格好を真似したマネをモネに描いてもらいたいなと思います。印象派の画家の人たちの初期の作品は0回地上界にございますので、そちらもお見逃しなく。モネの初期の作品なんかも0回地上界にございます。モネの名作カササギです。難しい雪景色を描いた素晴らしい作品です。パリの上を歩いているようなこれは0階の一番奥にあります。それでは5階の印象派のフロアに行きましょう。大時計の向こうにはオペラ座やモンマルトルのサクレクール寺院が見えます。実物を見ることができるフランスの子どもたちは本当にラッキーです。モネが描いたエトルタ西側の崖です。こちらはエトルタ東側の崖。詳しくはエトルタ特集の動画でお届けいたします。モネが描いたルーアンの大聖堂の連作です。ほぼ同じ場所から違う光、違う時間帯を選んで描いています。カフェを過ぎるとゴッホの部屋で多くの人々で賑わっています。This is Orsay Museum, but the other side is Legion of Honor. If you live in San Francisco, you should see this building as well. なぜかと言いますと、このパリの建物を4分の3の大きさで再現したものが実はサンフランシスコにあるんです。アメリカの独立は事実上パリで始まったのを皆さんご存知でしょうか。このホテルヨークに来たイギリス代表とアメリカ代表との間でアメリカの独立を認める条約が署名されました。こっちがマカロンで有名なラドゥレですけれども、こっち側に実はこの赤いところにもう一つマカロン屋さんがあります。もともとはチョコレート屋さんなんですけれども、マカロンも売っています。とっても親切なマダムがいて動画を撮らせてくれました。
c'est très joli. C'est tout. Merci. Merci, madame. Au revoir. ラリュレのマカロンもいいんですけれども、もうとっても観光化されてしまっているので、実際にもっと安くて美味しいところがあるということで買ってみました。とっても美味しいマカロンでした。ここはルーブル美術館の付属美術館ですので、ルーブルのチケットを持っている人は同日無料で入場できます。ドラクロワといえばルーブルにあるこの有名な絵ですね。こういう風にドラクロワさんが実際に住んでいたところが今博物館美術館になっています。彼が作品を生み出したアトリエやパレットも見れて感動でした。中庭も大変落ち着いていました。さて、パリで一番古い教会の横には有名なカフェレドゥマゴがあります。サルトル、ピカソ、ヘミングウェイ、ジュリア・チャイルドなどの著名人が通ったカフェです。お隣にも有名なカフェがありますので、皆さんもこの辺りで休憩してみてはいかがでしょうか。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた次回まで。See you next time. À la prochaine fois.